こんにちは、作曲家の夏美るいです。今日はね、YouTube で絶対聞いたことある BGM 劇場版風アレンジしてみたという企画になってます。みんなさ、私のチャンネルを見つけたってことは YouTube そこそこ見てますよね。絶対聞いたことあるでしょっていう2曲をアレンジしてみました。今回ね、すごい大手のメーカーさんから案件をいただいたんですよ。スピットファイヤーっていうメーカーさんで作曲そこそこやってる人だったら聞いたことあるわっていう感じだと思う。そこから出てるプラグインっていう楽器の音が入っているソフトを使って今回全部作ってみました。作曲しなくてプラグインとかよくわかんないんだけどっていう人も楽しめる内容になっているので、よかったら最後まで見ていってください。じゃあ1曲目のね、元の曲はこれサマートライアングルっていうシャローさんの曲ですね。どの曲をアレンジするか迷ったんだけど、単純に自分が好きな曲をアレンジしてます。メロディーがアンニュイなんだけど、アレンジが可愛いフューチャーベースっぽいところが好きですね。じゃあこれアレンジしてみました。はい、どうだったでしょうか。リズム系の音は他の音源とダブらせたりしたんだけど、それ以外の音は全部シンフォニーオーケストラの音です。このね、シンフォニーオーケストラがいくらなのかは後で言おうと思うので、いくらぐらいかなってみんな予想して聞いててほしい。サマートライアングルの原型とどめてなくないとか、こういう場面で使われてそうとか、なんか感想をコメント欄でもらえたら嬉しいです。2曲目の元にする曲はこちら、KK さんの日曜の午後っていう曲です。この曲さ、汎用性めちゃくちゃ高くない？私こち亀大好きなんだけど、こち亀味もちょっとありません？だからこの曲にしました。なんかね、さっきのが明るい曲だったから2曲目はマイナー調の曲にしようと思ったんだけど、 YouTube の有名フリー BGM でマイナー調なの全然ないんだよ。だから単純に好きな曲にしたんだけど、なんかね、ちょっと怖くなっちゃったかもしれないです。まあ聞いてみてください。はい、どうだったでしょうか。こっちはチャンバーストリングスっていう音源を使ってます。この音源はね、やり取りしてくださった代理店の方曰く日本でかなり売れてる商品だそうです。作ってる最中、初めはね、タタタタタラタタタタタって思いながら作ってるんだけど、だんだん全然関係ないリフが入ってきちゃって、ズズ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 ズみたいになってきて、これ何やってんだっけってなったんだけど、なんとか無理やりタタタタタラタタタタタってフレーズ入れて、なんかそうしたっていう感じです。劇場版っていうよりはゲーム曲だね。これもみんな感想教えてもらえたら嬉しいです。じゃあここからはそれぞれいくらなのかとか、どんなところがおすすめか少し話していこうと思います。作曲しない人もね、そういう値段感なんだみたいな感じで楽しんでもらえたら嬉しいです。まずね、1曲目で使ってたシンフォニーオーケストラの方、こっちはね、最近リニューアルされたみたいです。 UI 画面も全面的に一新されて、すごい使いやすくなっているそうです。私前のバージョン使ってないんだけど、今お値段現時点でね、92,389 円でした。これね、私的には安いと思う。本当に。だってオーケストラの楽器全部入ってこの値段ですからね。もちろん弦と金管木管入ってて、打楽器も入ってて、しかも打楽器結構種類多いんですよ。あとね、ピアノとハープが入ってる。すごくないですか？これで10万弱だったら別に安いかなっていう感じ。
あとね、リニューアル前は弦と金管木管って全部別で買わなきゃいけなくて、全部買うとねあれ結構高いなっていう印象だったんだけど、今回全部合わさってこの金額っていいんですかっていう感じですね。音はね、特にレガートがいいなって思いました。他のプラグインでレガートを打ち込む時なんか不自然なんだよなと思って結構手をこまねいているんだけど、これ一発で生っぽいっていう感動があった。映画音楽でも使われてるロンドンのエアスタジオリンドハーストホールで収録されてるんですけど、クラシックホールで聴く感じというよりは映画音楽とか映像音楽らしい色がついてるという感じですね。かなり使いやすいのではないでしょうか。次、2曲目で使ったチャンバーストリングス。これはね、現時点でのお値段11万11円でした。これはオーケストラの中に入っているストリングスというよりはもっと小編成で歌物のストリングスとかに向いてるという感じですね。でこれ日本ですごい人気って言ったじゃないですか。日本だと作曲家のトータル、劇版とか BGM 作曲家よりも歌物の作曲家の方が多いんじゃないかなと思って、そういう関係もあるのかなって思いました。私小編成のストリングス音源使ったの初めてなんだけど、音の立ち上がりがめっちゃ速い。これがなんか助かるなって思いました。あと大編成用のストリングスよりもどうにでもなるというのが感想ですかね。このチャンバーでも大編成のオーケストラ曲別に頑張ればいけると思うんだよね。トラック数増やしたりとかリバーブ感を変えたりとか。でも逆に大編成っぽいストリングスって室内楽とか小編成の曲を作ろうとした時にやっぱり違和感あるんだよね。だからチャンバーストリングスは総合点が高いね。だから人気もあるのかなって思った。音はね、これもリンドハーストホールで収録されてるんだけど、私スピットファイヤーさんってもっとタイトで無機質な音なのかなと思ってたんだけど、思ったより艶っぽくてよかった。色っぽい感じとか艶っぽい感じは自分でどうにかやっていくのかなって思ってたんだけど、初めから割と艶っぽくていい音です。あとはね、奏法がめちゃくちゃたくさん収録されてる。これは嬉しいですね。大概のやりたいことはできるかなと思います。ちなみにね、余談なんですけど、スピットファイヤーさんは結構無料の音源も公開されてて、ラブスとか有名だと思うんだけど、今回私入れてみて無料なのに全然いい音でした。ちょっとね、悩んでる人は購入前に触ってみてもいいかもしれない。はい、ここまで見てくださりありがとうございました。いや、新しい音源でさ、曲作るの楽しいね。初めメールいただいた時に、やったー、スピットファイヤー大手の企業さん来たみたいに思って、もう速攻やりたいですって言ったんだけど、相手がさ、素晴らしければ素晴らしいほど責任が重大ですよね。なんか緊張しました。今回ね、音源を入れた当日に曲を完成させたんだけど、時間があったらもうちょっと良くなるかもしれない。これは言い訳です。みんな他にもこの曲をアレンジしてみてほしいとかあったらコメント欄で教えてください。最近ね、ちょっとコメント返せてないんだけど、ちゃんと読んでます。このチャンネルでは音楽好きがゆるーく楽しめる動画をこれからも発信していきますので、よかったらいいね、チャンネル登録してお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。